皆さんこんにちは、南フランスでレストランの経営をしている、シェフの松島圭介です。私はこのニースに住んでもう20年近くになるんですけど、ニースっていうのは非常に素晴らしい場所で、山があり海があり、季節がしっかりあることもあり非常に食材に恵まれた土地です。でそういった土地で、土地の食材それから季節の食材を使いながら料理の方を日々作っております。で私の料理の特徴としてはうまみ、人間の舌の上で感じられる五味って言われる、甘み酸味塩味苦味それから5個目のうまみってあるんですが、そういううまみを重きに置いてうまみをベースにして、料理の方を常に考えてレストランの方で提供しておりますと。でうまみっていうのはここ最近いろんなところの研究で分かってきていることなんですけど、うまみっていうのは人間にとって非常に大切な味わいで、それはただ味わいとして人間の脳に快楽としておいしいっていう部分だけじゃなくて、うまみっていうのが舌の上それから胃や腸に入っていくことによって人間に安らぎを与えれるものであるっていうのが最近の研究で分かってきていることです。なのでうまみの相乗効果を考えた料理を提供するっていうのはレストランで非常に大切なところで、レストランっていうのはやっぱり人を回復させる場所なので、そういった点で心から体の内側から安らぎを得ていくような料理を作るということを意識して、ここ最近は料理に取り組んでおります。そういった考えのもとに基づいた日本酒とそれから牡蠣のペアリングっていうものを、ご提案できればと思っております。僕の考えるワインペアリングと日本酒のペアリングの考え方なんですが、まずはやっぱりそのコンディションを非常に考えるべきではないかと思いますと。今ちょうど自分の前にはワイングラスとこれからコップとおちょこと用意してますけど、どれを使って飲むかで楽しみ方っていうのは変わってくると思いますと。ワイングラスに注いで飲めば日本酒もより香りを楽しめるようになりますし、コップやおちょこと飲むと香りっていう部分が残念ながらなのかは分かんないです。ただやっぱ香りを楽しむっていうよりもどちらかというと味わいを楽しむっていう方向に向いていくんじゃなかろうかと思いますと。そういったことを意識した上でやっぱりどのようにしてこの日本酒を楽しむのかっていうのをやっぱり考えなきゃいけないですし、蔵元であったりそれから販売する方としてはどういう状況でお客さんがこの日本酒と向き合っているのかっていうのをやっぱ考えた上でワインペアリングそれから日本酒のペアリングみたいなようなものを提案しなきゃいけないんじゃないかなと思いますと。で私の住む今このヨーロッパでは日本酒のことをライスワインって言ったりする時もありますが、やっぱりこの日本酒を飲む時っていうのはどちらかというとワインのようにこのグラスに入れて飲むっていう人たちが多いと思います。日本みたいに家に当たり前にこういうふうなぐい飲み用のおちょこがあるわけではないので、やっぱこういったワイングラスの中で日本酒を楽しんでいただけるっていうことを理解した上で、やっぱりどんな日本酒を世界に届けるかっていうのをやっぱり考えていくべきじゃなかろうかと思ってます。今回はテーマを、日本酒と牡蠣ということで、作ってますが、この牡蠣と日本酒に共通するものがありますと。でこの共通するものは琥珀酸って言われるうまみの一つだって言われる琥珀酸が入っていることですと。で
日本酒とそれから牡蠣の組み合わせ、これ実はもうすでに琥珀酸のうまみの相乗効果が実はこの2つにはもうあるので、うまみの相乗効果が働くとやっぱりこう食べた時に飲んだ時に口の中で、それから胃腸の中でですね、そのうまみの相乗効果が起きるため、やっぱりこう体もサティフィカションという満足っていうものが得れるように人間の体っていうのはできてますと。なので普通に牡蠣と日本酒だけで実はもうこう組み合わせることだけで実は非常に満足が得れる組み合わせですと。ただそこにどういう組み合わせをさらに新しく楽しくやっていくかというと、重要なのはコンディモンって言われるものだと思いますと。でコンディモン、日本語でいう薬味ですと。で字のごとく薬味っていうのは薬の味って書いてますが、そういうそのお薬の代わりになるような生きていくために必要な自然の香草であったり、それからスパイスであったり、そういったものを上手に組み合わせてあげることによって日本酒とそれから牡蠣の組み合わせ相乗効果がさらに楽しくなるのがこの薬味を探すっていうことですと。でこの薬味を探す、この薬味を何にするかっていうのが多分非常に皆さんが楽しんで欲しいところで、もううまみの相乗効果は牡蠣と日本酒だけでできてます。そこにその薬味って言われるその土地で取れるようなスパイスやハーブっていうものを上手に組み合わせていただけると、土地のハーブ、土地のスパイス、それから季節のスパイス、季節のハーブ、そういったものが季節とともにこう変わりながら日本酒とそれから牡蠣の組み合わせを季節とともにそのスパイスやハーブがこういろいろ変わっていくことによって楽しさっていうのが生まれてくるんじゃなかろうかと思います。でそれがやっぱ土地が変わることによって、地域が変わることによってやっぱりその土地で出てくるスパイスやハーブ、それからその土地によって出てくる季節によって出てくるものっていうのも変わってきますので、そういったものをこう組み合わせる楽しみっていうのを世界中の方たちが考えていただき、それを考えるっていうのは必ずその土地に対する自然への敬意があるからこそ考えられることじゃなかろうかと思いますと。で日本酒っていうのはもともとはおみきというふうに言われてて、神様に捧げて、神様に捧げることで、そしてそれを少しお裾分けをしていただいて、それを飲むことによって神様とのこう対話を楽しむためにあるものだっていうふうに日本酒の考えの奥底にはある大切な部分なんですけど、世界中の人たちが今こうやってこう日本酒に対して興味を持っていただいてるっていうのは、もしかしたらですけど、このもともとの日本酒の持ってるこう自然へとのつながりが日本酒を通して感じられるから、今これだけ現代社会が忙しく動いてて、自然とどんどん離れていっていく社会の中で、なんで世界中の人たちが日本酒に興味を持っていただけるかというと、もしかしたら日本酒の本当のこう底にある自然とのつながりを持てるお酒だっていうところに世界の人たちが興味を持っているから、この日本酒に対する関心がこう高くなってると思うんですけど、そういったことを牡蠣とそれから日本酒の組み合わせで、それからそこに入ってくるこのコンディモンと言われるね薬味が多くの人たちにこうインスパイアを与えてくれたりしてくれることができればよかろうかなと思っています。日本酒はこのおみきっていう発想なんですけど、この日本のお酒を飲むっていう時に海外の人たちはこの日本酒がどういう環境で作られているかっていうことに非常に興味を持っていると思いますと。ただ
こうやってワイングラスに注いだ日本酒を見ても、この日本酒がどのような環境で作ったのかはなかなか伝わらないと思いますと。同じようにこういったコップの中に入ってても、このコップに入った日本酒を飲んで味わってたしなんだところで、この日本酒がどういう環境で作られているのか、どういうお米から作られているのかっていうのは絶対伝わらないと思いますと。で、多くの方たちはこの日本酒を飲み味わいたしなむことによって、自分の味に合う、それからお料理と一緒にいただくことによって美味しかったっていう経験を得ると、これがどういう環境で作られているかっていうところにやっぱり興味を持たれると思うんですよね。でそれがやっぱり日本酒の大切なところ、日本酒以外のアルコールを作っていることも関係することだと、大切なことだと思うんですけど、やっぱりこの日本酒の作られている世界の裏側にやっぱり興味を持てるきっかけをこうやって作れてると思います。でやっぱそういうふうに興味を持たれた方っていうのは何をするかってやっぱり現地に行ってみようなんですよね。日本に行ってみようっていうのがこの日本酒を通して感じていただける、またはそう感じて行動に移していただくことがしていただければ、日本酒っていうものが今後海外に売っていく理由の非常に大切な部分に今後なっていくんじゃなかろうかと思ってますと。でそれがやっぱり日本酒を作られている方も、日本酒を売られている方も、日本酒をサービスしている方も、やっぱりこの飲み物がおみきである。でこのおみきっていうのがやっぱり自然の恵みであるっていうことをやっぱり忘れずに、そういったものを自分たちは作り、自分たちは提供してある。それをいただいた人たちが感動してくれたら何をするかっていう行動をやっぱり喚起するきっかけをこういったお酒が作れるっていうことを理解していただくと、日本酒を通して世界中の方たちが日本っていう国に興味を持っていただければ、今後この日本酒を通して世界と日本とのつながりがもっと楽しく埋めるんじゃなかろうかと思ってますので、やっぱこの日本酒がやっぱおみきであって、おみきっていうのが自然とのつながりのおかげでできてあるものであるっていうことを、やっぱり日本酒に関わる人たちが忘れずにいてほしいなと思います。日本酒とそれから、牡蠣の組み合わせの、具体的な提案なんですけど、この2つの組み合わせのつなぎになるものとして非常に興味深いものにひしおっていうものがありますと。でひしおっていうものは植物性のひしおと、それから動物性のひしおって言われる、日本で馴染みのある、醤油って言われるもの、それから、魚醤って言われるものと2つあると思います。一つは大豆から作られたもの、一つは魚から作られたものとあるんですけど、どちらも実は牡蠣にも合います。牡蠣に合いますと。でそのまま食べて十分美味しいと思うんですけど、そこに何を組み合わせるのか、その土地で採れる食材を組み合わせてみる、季節とともに出てくるものを組み合わせてみる。でそれが薬味って言われる、コンディモンって言われるようなスパイスやハーブなのか、そういったものをやっぱり魚醤や醤油って言われるひしおとセットで組み合わせをしていただけると、非常に面白い日本酒とそれから牡蠣の組み合わせが多分たくさん出てくると思いますと。でそういったものを世界中から自分の土地ではこんなスパイスが取れるんだよと、自分の地域ではこんなハーブがあるんですよと、またハーブで作ったお酒があるんですよと、またはスパイスで作ったこんな調味料があるんですよっていうものをぜひぜひいろいろと組み合わせていただいて、日本っていう土地とそれから世界中の面白いスパイスやハーブと組み合わせることによって日本とのつながりを、日本酒を通してぜひ世界中からどしどしと提案していただければと思います。
じゃあまずはこの木の木目のお皿の上にまあ普通にお塩ですね、これ盛りますと。で牡蠣というと、まあ、海の幸っていう表現をすると思いますと。で海の幸っていうとね、やっぱ海産物ですね。けどその海っていうのは実は山がないとね、それから森がないと、それから木がないと海っていうのは育たないんですよね。でその山のが元気に育つことによってその恵みをいただいて育っているのがこの牡蠣ですと。そういう点で、まあ、やっぱこう木目のお皿にこう牡蠣を盛り付けるっていうのはこう自然の摂理をこう表現するのには非常に重要なことじゃなかろうかと思いますと。でまあ普通にこの牡蠣なんですけど、まあ、僕が住んでるのはこのニースっていう地中海なので、地中海の味付けをしようと思いますと。で地中海ってやっぱりこう非常によく使われる薬味、要するにコンディモンの一つに、今日これ用意してるんですが、ここにはウイキョウのジュースがありますね。フェンネルって言われるものですと。でこれをただ単純にですね、フレッシュのウイキョウをミキサーにかけて、でそれを絞り出したものです。ここには地中海の風味っていうのが中に詰まってますので、これを地中海風にアレンジするっていうことでまず牡蠣にかけますと。それからこちらコラトゥーラ、日本語に訳すとこれは魚醤ですと。魚醤を数滴ずつ入れますと。でこちらは塩なんですけど動物性のものですと。なのでこちらイノシン酸も隠れてると思いますと。でこちらでまたうまみの相乗効果もできています。そこにこちらですと。これはネギで非常に有名な地域があるんですけど、イタリアの南イタリアのトロペアっていうところで作られているネギですね。こちらを少しずつ牡蠣に入れていきますと。もうこれだけで十分牡蠣と日本酒の楽しめる一品になってますと。であと日本酒とじゃあこれをどう合わせるのかっていうのを考えがあるんですけど、日本酒自体が酸味があるのかないのか、もし酸味がなければここにレモンですね、絞ってあげればいいと思います。ただ今日選んだ日本酒にもし酸味があれば特にこちらに酸味のあるものを入れる必要はないと思います。牡蠣の持ってる自然のうまみ、牡蠣の持ってる自然の塩味、そこにネギやそれから魚醤と言われる薬味うまみを加えてますと。でそれからフェンネルっていう風味を加えてますと。これだけで味の構成は十分出来上がってます。でそこに日本酒を組み合わせてくるんですけど、日本酒にそこにまた酸味があるのかないのか、なければこちらに加えればいいと思います。こちらで料理はもう本当に調理をする、要するに熱を使って加熱をして料理しているわけではないです。ただその土地で採れてくる調味料と言われるものを使って調理はしてますので、こういう組み合わせっていうものをまず自分でしていただいて、でそれがどういう日本酒に組み合わせるかっていうのは日本酒の味を見ながらぜひ何かを追加する追加しないかっていうのを、一品一品またはそれは一つの牡蠣ずつ自分の中で味を探す、そういう食べ方をしていくっていうのが実は日本酒とそれから牡蠣を
味わうんじゃなくて味を探すたしなみができるっていうことじゃなかろうかと思いますので、今日は本当非常にシンプルなんですけど、地中海で作られてる、地中海で育ってる調味料、それから素材だけで組み合わせた一品にしております。